ブリリアントメモリーズ。エンジェルソングイブの鐘。シーン1、運命の知らせ。秋の木々が色づき始めた2000年の初め。スタジオに集まったメンバーたちの前でプロデューサーが一枚の台本を掲げた。空気が一瞬張り詰める。次のシングル、エンジェルソングイブの鐘がドラマのエンディング曲に決まった。タイトルは夏のメリークリスマス。20世紀最後のクリスマスを舞台にした物語だ。その瞬間川瀬智子の瞳に何かが宿った。彼女は自然と台本に手を伸ばしその表紙に触れる。どんなストーリーなんですか？その声にはかすかな期待が滲んでいた。プロデューサーは深いため息をつきながら懐かしそうな表情を浮かべる。切なくも希望に満ちた物語だ。ラブストーリーだけど何か特別な力を感じる作品だよ。奥田は窓の外を見つめながら静かにつぶやいた。時代の終わりと始まりの物語か。シーン2、渋谷のスクランブル交差点。巨大スクリーンにはまだ見ぬドラマの予告が流れている。20世紀最後のクリスマスに奇跡が起きる。真夏のメリークリスマス。人々の喧騒の中でメンバーたちは新しい時代の息吹を感じていた。川瀬は携帯電話の画面を覗き込みながら興奮気味に話す。ねえ見て。i モードでこんなこともできるんだって。松井は首をかしげながら答える。世界がもっと小さくなっていくのかもな。その言葉を聞いた奥田の表情が一瞬だけ影を落とした。彼には見えていた。デジタルの波が世界を飲み込んでいく未来が。シーン3、未来からのささやき。深夜のパソコンの青白い光が奥田の部屋を照らしている。画面には謎めいた書き込みが並ぶ。2036年から来た。私の名はジョン・タイター。奥田の指がキーボードの上で震える。彼もまた未来から来たもの。しかしタイターの語る未来は彼の知る未来とは違っていた。未来は一つじゃないのかもしれない。独り言のようなつぶやきが静寂を破る。シーン4、魂の共鳴。ドラマ放送初日の夜。川瀬の歌声が全国の茶の間に響き渡る。霧のかかる空に鐘は鳴り渡り、夜と夕視聴者の反応は瞬く間に広がった。掲示板には感動の声があふれ、メールには涙の言葉が並ぶ。スタジオで松井はモニターに映る反響を見つめながら言った。歌は時代を超えて人の心に届くんだな。川瀬は黙ってうなずいた。彼女の目には小さな涙が光っていた。シーン5、交差するとき。師走の喧騒が街を包む中、奥田は渋谷の雑踏に佇んでいた。頭上ではエンジェルソングが流れ、通り過ぎる人々の表情が一瞬だけ柔らかくなる。彼は思う。未来を知ることは祝福なのか、それとも呪いなのか。タイターの予言は彼の知る未来を否定するもの。しかし、もしかしたら音楽には未来を変える力があるのかもしれない。エピローグ。
永遠の刹那。ドラマ最終回の夜、スタジオを後にした川瀬は夜空を見上げた。私たちの歌が誰かの人生の一部になれたなら。その時、街頭のスピーカーから流れるエンジェルソングが彼女の言葉を優しく包み込む。その頃奥田はまたパソコンの前にいた。ジョン・タイターの書き込みは徐々に注目を集め、少しずつ拡散していた。もうすぐ21世紀か。これから未来で起こる出来事、それが本当に避けられない運命なら自分に何ができるんだろう。奥田はふと手を止め画面を消した。未来はまだわからない。けれど今ここにある音楽が誰かの人生を照らす小さな灯火になれるのなら、それだけで十分なのかもしれない。空を見上げると、街のネオンの合間から冬の星座が輝いていた。20世紀の終わりを見届けるかのように。